モデルです。よろしくお願いします。今回はこちらのエントリーグレードニューガンダムを製作します。そして人生初のプラ板を使用してみます。このプラ板を使用してイメージとしては陸戦仕様のニューガンダムに仕上げてみたいと思います。エントリーグレードニューガンダムの箱のサイズはかなりコンパクトですね。モビルスーツのサイズ感を考えるとちょっと驚きです。では箱を開けていきます。ランナーは少ないですが、色分けが簡素ながら優秀です。パーツも部位ごとにまとまっていてかなり分かりやすいですね。頭や足が立体成形で金型技術の高さが伺えます。ツインアイがパーツの陰影で表現される独特のデザインですね。デカールは最小限ですね。ではパーツをカットしていきます。このキットのランナーはタッチゲートという独特の製法でこのように手で簡単にちぎれます。ただちぎるとえぐれ処理が大変そうなのでアルティメットニッパーでカットしていきます。パーツ数が少ないのであっという間にカットが終わりました。次に仮組みです。仮組み工程は割愛しますが組むとこんな感じになります。一部かなり変わった構造でしたが組むのが簡単で、そして合わせ目も少ないです。プロポーションも素晴らしいですね。ただディティールは最小限で平らな部分が多いですね。次に加工処理です。まずはヤスリで簡単に表面処理していきます。320番の板付きヤスリ、600番の棒ヤスリ、800番のスポンジヤスリを使用して表面を処理していきます。続いて今回のメインテーマであるプラ板を加工します。プラ板は白いイメージでしたが、最近はこのようなメモリのついたものが売られています。使いやすそうですよね。長さを測るのにスプリングコンパスを使用してみます。両方に針がついているコンパスです。製図用によく使われるそうです。陸戦仕様の想定ですが、走行アップをイメージしてプラ板を加工してみます。とりあえずボディから始めてみます。マスキングテープを貼ってボールペンで作りたい形を描いていきます。ここはなんで描いても良さそうですね。線はラフでいいと思います。描いたらプラ板に貼り付けます。定規でメモリを目安に綺麗な線を描きます。ちょっとメモリが見えづらいですね。もっと透明度の高いテープがあればいいのかもしれませんね。綺麗な線を描いたらカッターでカットしていきます。撮影しながらだとちょっと難しいですね。カットできました。左右対称に作る場合はこのメモリが目安になるのでとても楽ですね。カットしたパーツはヤスリ掛けしておきます。続いて貼り付けたい場所を決めます。左右対称に貼りたいのでスプリングコンパスで正確な距離を測って左右に穴を開けて目印にします。定規だと1ミリ以下が測れないのと細かい部分には不向きなのでスプリングコンパスはとても便利です。場所を決めたら接着剤で貼り付けます。左右に貼り付けてみました。わざとはみ出してボリュームをつけてみました。まあいいんじゃないでしょうかね。いろいろパーツを作って貼りました。ボディは平らなので比較的楽に加工できました。次に貼り付けたプラ板のエッジに筋彫りを追加します。最初に毛書き針で彫ります。1投目が重要なので弱い力で慎重に彫ります。続いて筋彫りカーバイト 0.25 で彫ります。こちらも慎重に彫っていきます。他にもガイドテープを使用して追加の筋彫りを加えていきます。追加筋彫りは結構慣れてきましたが、それでも彫るのは緊張しますね。直線の追加筋彫りも加えていきます。ガイドテープを何枚も使ってラインを作ります。モデルは直線筋彫りが苦手で、とりあえず毛書き針だけ彫りました。いろいろとプラ板と筋彫りでディティールを追加していきました。今回はエッチングガイドも試してみました。マイナスモードを作ってみます。マスキングテープでガイドを固定して毛書き針でなぞります。その後ガイドの幅に合わせて筋彫りカーバイト 0.4 で彫ります。左右に彫っていきます。彫る深さを左右を合わせるのは難しいと思いました。若干彫りが雑になりましたが、多分墨入れでごまかせるんじゃないでしょうかね。その他の簡単な加工です。アンテナの裏側に厚みがあるのでニッパーでカットしておきます。
カットしたらヤスリで整えておきます。尖らせすぎると今回のテーマとは合わないと思ったのでこれくらいにしておきます。次に塗装です。水性ホビーカラーを充電式エアブラシで塗装します。まずはサーフェイサーを塗装します。1回目は軽くのせる程度にして2回に分けて塗装します。サーフェイサーを塗装するとプラ板の効果がディティールとして実感できますね。フロントアーマーを塗装している際、左右を分離させる加工をすっかり忘れていました。塗装中ですが、ノコギリでカットします。ここは完全に隠れるので助かりました。次にカラーを塗装していきます。メインカラーのジャーマングレーグラウ体色とガルグレーを塗装します。カラーも2回に分けて塗装します。続いてサンディイエローを塗装します。かなり暗いイエローにしたかったので、あえて下地は黒です。イエローは隠蔽力が弱いので、こういったことを覚えると狙った色が出せると思います。マスキング塗装も行います。プラ板を貼り付けた部分を中心にマスキングテープでマスキングしました。マスキング塗装にはジャーマングレーグラウを使用します。乾いたらマスキングテープを剥がして確認です。多少粗はありますがうまく塗装できました。次に筆塗りです。ツインアイの周りに艶消しブラックを塗装します。ツインアイの陰影表現の発想は本当に面白いですよね。ミサイルにはメタリックレッドを重ね塗りします。また今回はエナメル塗料で一部重ね塗りしました。エナメル塗料の混色は初めてですが、あまり綺麗に混ざらないですね。そもそもメタリック同士が良くないのかもしれません。次に墨入れです。墨入れブラックを塗装していきます。シルバーのようなメタリック系にも入れていきます。このように比較すると陰影がついて雰囲気がアップしたのがよくわかります。次にデカール貼りです。いろいろなデカールを使用します。デカール糊を使用して貼っていきます。綿棒でスライドして貼りたい場所に置きます。最近はあまり糊をつけすぎない方がいいかなと思いました。乾いた後、糊の跡が目立つんですよね。次にトップコートの塗装なのですが、エアブラシを変更することにしました。この充電式エアブラシは手軽で使い勝手もとても良かったです。そしてこちらを買うことにしました。クレオスのミスターリニアコンプレッサー L5 レギュレータープラチナセットです。本格的なエアブラシシステムのエントリーモデルの一つみたいですね。コンプレッサーがしっかりしているのでエアは安定すると思います。そしてエアーレギュレーターがプロっぽいですね。エアブラシはクラウン型ですね。使うのは初めてです。エアの確認ですが、力が明らかにアップしました。では塗装していきます。トップコートなので分かりづらいですが、かなり安定したエアでしっかり塗装できています。カラーの塗装に今後期待できそうですね。最後にヘッドを組み立てて作業終了です。それではこちらが完成したエントリーグレードニューガンダムになります。では簡単な完成レビューをしていきます。まずは今回のメインテーマ、プラ板の加工についてです。初めてということで四苦八苦しての作業ですが、塗装してみると結構良い感じでまとまりました。陸戦仕様の装甲の強化という意味にも使いましたが、これに関しても雰囲気が出たと思います。ただ処理が甘い部分も多くて、接写すると表面が結構デコボコしていますね。しかし初めてでしたので基本的にはよくできたと思います。次にカラーの確認です。陸戦仕様がテーマのカラーでしたが、これも雰囲気が出たのではないでしょうか。かなり渋めの色をチョイスしたので、アムロ専用機ですが、ちょっと量産機っぽさが出たと思います。陸戦小隊長機のようにも見えますかね。デカールのオレンジもちょっとしたアクセントになったと思います。エナメル塗料の重ね塗りは渋めでいい感じです。今回使用した塗料はこちらになります。詳細は動画説明欄をご覧ください。次に仮組みと完成を比較してみます。元がかなり平らでしたので相当ディティールがアップしたと思います。ハイグレード同等かプラスアルファくらいにはなったのではないでしょうか。以前制作した GR グレードとも比べてみます。
さすがにリアルグレードのディティールには遠く及ばないですね。このレベルの加工には相当な技術が必要な気がします。いかがでしたか？今回はエントリーグレードニューガンダムでプラ版を初使用してみましたが、四苦八苦しながらもかなり勉強になりました。モデルは塗装がメインですが、プラ版も表現の幅は確実に広がるので、今後も取り入れていきたいです。次回も面白そうな題材を見つけて制作したいと思いますので、またのご視聴よろしくお願いします。それではまた。